はじめまして、どうぞよろしくお願いします。はじめまして、わさびです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、お会いできて嬉しいです。こちらこそよろしくお願いします。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。初めて挨拶をするとき、ビジネス、プライベート、学校、すべてのシーンで使います。知らない人から知り合いになったとき、これから何かの関係が始まるときに使います。これからお世話になります。よろしくお願いします。いつ日本に着いたんですか？昨日です。これからお世話になります。よろしくお願いします。これからお世話になります。よろしくお願いします。仕事、アルバイトや学校など一緒に何かをするとき、何かを教えてもらうときに使います。よろしくお願いしますをつけることで、そのチームやメンバー、先輩や上司、先生などにちょっとしたリスペクトの気持ちを伝えることができます。本日はよろしくお願いします。それでは、これから会議を始めます。本日はよろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。会議やプレゼンテーション、面接など何かを始める前に使います。これはビジネスで使う場合が多いです。インターネットで日本語のレッスンを受けるとき、今日はよろしくお願いしますということができると少しスマートです。2回目、3回目の時は今日もよろしくお願いしますと言ったりします。確認よろしくお願いします。部長、すみません。なんだい？この書類なんですが、確認よろしくお願いします。確認よろしくお願いします。上司や先生に何かをチェックしてもらうときに使います。同僚や部下、友達に言うときは、確認よろしくで OK です。ビジネスメールではよくご確認のほどよろしくお願いいたしますと言ったりします。この言葉は簡単に言うと、見てください、読んでくださいという意味なので、なるべく早く確認した方がいいです。もし忙しい時はいつまでですか？と締め切りを確認すると丁寧です。よろしくお願いします。わさびさん。はい、何ですか？忙しいところ申し訳ないんだけど、テキスト代の支払いよろしくお願いします。忘れていました。すみません。あと、今度のスピーチ大会よろしくね。はい。よろしくお願いします。してくださいというより少しソフトで丁寧な言い方です。でも意味は同じなのでなるべく早くした方がいいです。メールよろしくお願いします。提出よろしくお願いします。発送よろしくお願いします。いろいろな名詞とセットにすることができます。一緒に頑張ろうね。や、いい仕事をしてくださいね。期待しています。のように、エールの意味で使うこともあります。ご不便ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。すみません。何かあったんですか？はい。さっきここで交通事故がありまして。そうなんですか。なので、ここから先は通行止めなんです。ご不便ご迷惑をおかけしますが、他のルートで行ってもらえますか？よろしくお願いします。ご不便ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
工事や点検、仕事を休む時などにも使います。不便は私が何かする場合に便利ではないと感じることです。迷惑は誰かが何かをするので私が嫌な目に遭う、不便になるという意味です。この場合のかけますは私があなたに何かをします。あなたにマイナスになることをしますという意味です。ご理解ください。よろしくお願いします。今日お店を予約できますか？すみません。今日は臨時休業です。どうしてですか？台風が近づいているためです。ご理解ください。よろしくお願いします。ご理解ください。よろしくお願いします。わかってくださいと同じ意味です。6番のご不便、ご迷惑をおかけしますと一緒に使うこともあります。ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解ください。よろしくお願いします。よろしくお伝えください。ではそろそろ失礼いたします。本日はお忙しいところお越しいただき、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは、わさび社長にもよろしくお伝えください。承知しました。よろしくお伝えください。これはとても丁寧な言い方です。ちなみに、友達の場合です。じゃあ、そろそろ帰るね。今日はありがとね。こちらこそだよ。じゃあ、わさびにもよろしく言っといて。了解。よろしくお伝えください。よろしく言っといて。よろしく言っておいて。よろしく言っておいてください。言いますは伝えますよりもっとラフです。よろしくお願いします。日本株式会社わさび社長。本日はお時間を作っていただき誠にありがとうございました。会議でお話しした件、前向きにご検討ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メールや手紙の最後に書くよろしくお願いしますです。ビジネスシーンや先生に連絡するときなどに使います。時々メールの最後にありがとうございますと書く人がいますが、日本語のありがとうは感謝の言葉でよろしくの意味はありません。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いしますの使い方をたくさん紹介しました。意味と使い方はわかりましたか？これからも日本語の勉強に役に立つ動画を作っていくので、今後ともよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いします。今後とも、これからも変わらないで、同じようにという意味です。これからもよろしくなどカジュアルな言い方もできます。Thank you for watching my video and おつわさびーもバイバイ